谷中福士です。そうですね、日本で、20歳でプロになって、それからずっとね、いろんな人とこう演奏するようになるんですけど、前回にも言ったようにね、横山静子さんとずっと一緒にやってまして、で、とにかく、その頃は、もうトニー・ウィリアムスのね、シンバルレガートはもう本当に皆さんご存知だと思いますが、マイルス・デイビスのね、有名なレコードでフォー・モアとかあるんですけど、あれのそのシンバルの音色っていうか、シンバルレガート、特にアップテンポのね、もうあれにはもう惚れ惚れしましてですね、一生懸命それをね、こう練習するんですけど、口で言うのは簡単なんですね。ティンティケテンティケテンティケテンティケと綺麗なね、ティンティケテンティケテンティケテンでこう、もうダブルが入ったりとかして、もう素晴らしいシンバルレガートなんですけど、それをもう練習に練習をやってもどうしてもね、僕がやるとですね、その音がインチキインチキインチキってこうなっちゃって、これはなんとかしなくちゃいけないな。そんなわけでね、あとはいいね、ベースプレーヤー、ジャズシーンをちょっと見たいなっていうことで、ニューヨークにこう行くわけなんですけどね。それが僕はちょうど24歳。で、もちろん横山静子さんと一緒に行くんですけど、だけど、ロサンゼルス、LA もね、やっぱり見とかなくちゃいけない。まず LA から行こうか、つってね。LA 行くんですけど、LA 着いたのはいいんですけどね、車がないとね、どこも行けない。で、車なんか持ってないしね。だからもう、本当にホテルに泊まってね、プール付きのホテルでよかったんですけど、ただもう昼間はそのプールで泳いで、夜、その、お友達に迎えに来てもらって、じゃあ食事でも行ったり、ジャズの店ちょっと連れてってもらうんですけど、とにかく自分たちで何も行動できない。で、これはもうダメだなって、3日でね、ギブアップしましてですね、それからニューヨークに渡るわけですね。で、これは1978年なんですけどね。ニューヨーク渡りまして、もうニューヨーク着いたらですね、その夜からもうジャムセッションですよ。情報がね、その当時でビレッジボイスっていうのが新聞がありましてね、そんなの見るとね、ニューヨークのジャズシーンが一目瞭然で、どこで誰がやってるかなと思ってやってね。で、その夜からもうセッション行きまして。で、もう聞いたらもう全然ね、音が違う。もうとにかく最初にそのびっくりしたのは、もうボロボロの楽器でね、みんな演奏してるんですよ。もうピアノなんかね、アップライトでもう、本当に鍵盤、こう横から見たら鍵盤が2、3個もう沈んだまま上がってきてないようなね。あとベースプレーヤーなんかももうベニヤ板のベースなんかね、使ってましたね。で、そこでちょっと出会いがあって、友達の紹介で、パパ・ジョー・ジョーンズのね、息子さん、ジョージョンズ・ジュニアに会うんですけどね。そのトリオがね、あるビレッジの店でやってまして。で、そのバンドを見に行ったんですね。そしたら、もうとにかく、サウンドがね、その楽器はボロボロなんですけど、レコード聴いてるみたいでね、目の前でね。あれは何かなってね、ものすごく大きなね、クエスチョンマークでしたね。楽器があんなに、もうボロボロの楽器、もうそのジョージョン・ジュニアのスネアドラムなんか、スネアのこう、ボルもね、裏の方は、ボルトが2つ3つぐらいこう、もうないんですよ。ミシングしてるんですけどね。それでも彼が叩くとバリバリーっとね、いい音して。綺麗でとにかく、やっぱりそれはネイルもそうだけど、要するにスイングしてたんでしょうね、おそらくね。スイングしてネイルもいい一体感もあるしね、いい音してましたね。本当に音色が違うっていうのもうまざまざと分かりましたね。それで後で気が付くんですけど、楽器のその音色、いわゆるサックスにしてもね、トランペットにしても、もう音色が全然違う、日本とは。それをものすごく感じましたね。やっぱりこのマウスピースとかの問題もあるし、あとはやっぱ耳なんでしょうね、耳。だから
こっちの、まあ、ニューヨークの人たちは耳がもうやっぱりこうそういう楽器の音色っていうのはいい音色をずっと周りで聞いてるから、その音色を出そうとするわけですよね。良いほどいいわけですよ。だからまあ残念ながらね、日本のミュージシャンの人たちやっぱり音色の問題はやっぱりこういろいろあると思うんですよね。やっぱり楽器の音色がね、アメリカの人とね、特にその70年代80年代をね、それをものすごく感じましたね。今はまあね、いろんな学校があってそういうとこ行っていい先生に学んでいい音色を出さなくちゃいけないっていうのも随分音色も変わってきたと思いますが、やっぱその当時はまだね、まだまだその音色のまあ問題があったんじゃないかなと僕は思いますね。はいはい。まあそれでそのジョージョン・ジュニアで、まあその時、まあね、ジョージョン・ジュニアも、まあ別にその、トニーみたいなシンバルレガートをやるわけじゃないんですけど、ただもう早い曲なんかも本当に綺麗だったですね。で、ちょっともう、なんつうの、とにかく名前がそんな売れてなくても、みんなそのレガートだけはね、結構みんななんかやっぱり良かったような気がしますね。山瀬師匠言ってもね。レガートがいわゆるスイング感を出すわけだから、まあもちろんね、ベイドラとね、ハイハットのバランスもあるけど、まあそんな感じでとにかく、まあスイングしてるなと感じましたね。それで、まあトニーを見たくてですね、とにかくその3ヶ月の間にトニー、確かその時はトニーは見られなかったんじゃないかな。だけど結局、いろんなアートブレイクも見られたし、エルビンとかもね、見られたし、もうベン・ライリー、ビリー・ヒギンズ、アル・フォスター、ビリー・ハート、もうそうそうたるメンバーも一通り聞いて、すごいな、すごいなと思って、もうぶったまげましたけど。で、ある時にですね、もうそろそろ日本に戻らなくちゃいけないなという時に、そのジョージョン・ジュニアが、フィリー・ジョー・ジョーンズがニューヨークに来るぞっていうね、情報を得ましてね、フィリーって。でもまあその頃はね、もちろんフィリーは知ってましたけど、そこもそんなにまあそれはね、名前は知ってたから見たいなと思ってましたけど、ものすごいわーっていうね、その興味はなかったんですけど、まあそれでそのフィリー・ジョーまあ見に行ってですね、まあ、びっくりしたのはそのフィリー・ジョーがまあバーの方にこうねいてね、こうなんか飲んでるわけですよ、始まる前にね。でその時はね、ビル・エヴァンスとね、マーク・ジョンソンのベースでフィリー・ジョー・ジョン、ヴァンガードでしたね。ビレッジ・ヴァンガードで、ビレッジ・ヴァンガードのね、ちょうどこう右側の方にね、長いカウチがあってね、こうソファーがあって、でそこをね、みんなこう上がっていくわけです。で右側に、まあステージをこう見ると右側にドラムセットがあって、左側にピアノがあって、で真ん中はベースでね、でもう超満員ですよね。明日フィリー・ジョーがどこに来るのかなと思ったらさ、そしたらバーからさーっと歩いていくんですけど、その歩いていく格好がもうそれがスイングしちゃってですね、もうこれもんでこう上がっていくわけですよ。オーマイガー、もうそれだけでね、もうちょっと鳥肌がね、立って、それで演奏が始まりました。そしたらもう1曲目からもうブラシがもう音色ブラシもうこのなんかもうわけのわかんない何をどうやってかわかんないやな、とにかくもうスティックに変わってもでもう鳥肌をもうずーっと鳥肌立ってましたね。でその当時は3回ステージだったんですけど、3回と全く飽きなかったですね。はい。それで2回目ぐらい終わってビレー・バンスがね紹介するんですよ。そしたらね、エタ・ジョーンズがねボーカルの遊びに来てましてね、でまあ遊びに来てたんですけど、まあ、知ってにねさせるねさせないはそのリーダーが決めることだで、エヴァンスがね紹介して、ウォルター・ビショップ・ジュニアピアニストのね、でまさかピアノを弾かすわけ、ウォルター・ビショップ・ジュニアがピアニカみたいなね、こうブーッと吹きながらピアノの音が出るんですけど、それをね吹きながらね、オールブルースやりましてね、それでね今でも覚えてる。でエタ・ジョーンズがもう彼女の18番「ドンゴー・ストレンジャー」をね、
歌うわけなんですね。もう本当に。でもうその歌番やってる時のフィリー・ジョージョンもやることなすことはでね、あれでもとにかくドラマ中、もうニューヨークのドラマ中がブワーッと横のところに座ってるわけですよ。まあその時はねケニー・ワシントンあたりも来てましたしね、もうホラン・ベル・ライリーとかビリー・ヒギンスとかみんなが来てたんで、まあそこに私もいたわけなんですけどねまあそれが一番言いたかったんですけど、まあ一緒にこう見てね、でとにかくフィーのドラムソロになってバーンバーンってやられて、みんなうわーうわーってね、いいことになす。まあそれでそのボキャブラリーが豊富っていうかね、もうやることなすこともう新しいそのフレーズが出てくる二度と同じフレーズをほとんどやらないんですね。もうね、もうその前の曲からもずっとドラムソロやってるんですけど、ほとんど同じようなフレーズが出てこない。もう本当にね、ボキャブラリーの豊富なね、もう素晴らしいドラマで、今でも本当にね目に焼き付いてますけどね。はい。でうわーってね、もう騒いでこんな盛り上がってるんですけど、もう一人だけずっと下向いてる人がいるんですね。どなたか分かりますか？どなたでしょう。いやー、これがね、ピアニストのビル・エヴァンスはずっとこう下向いてるわけです。これはもう有名なね、ビル・エヴァンスのこう独特の、ね、ポーズがあって、レコードでもはい、レコードジャケットとか。ずっと下向いてね。ところがそのね、ドラムソロやって入るとこだけね、ダン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 バンダ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 ッダンガンガンってこう入るね、なるんですよ、入るんですけど、その時のダッダーダンダっていうとこだけパッと目が合うんで、もうその時だけこう上げてね、頭だーっと下向いて、まあそれがね、みんなうわーって言ってるんですけど、それ下向いてるその両極端のね、あれがまたいやー、なんかもうね、すごいとこに僕はいるんだなってね、思いましたね。で、もう考え方がゴロッと変わりまして、もうそれからこのフィーリー城、オーマイガー、なんとかフィーリー城をね、こう、克服なんか全然できないんですけど、もうそれからフィーリー城やらなくちゃならない目標がね、もうバッチリ決まったっていう感じでしたね、1978年ね。はい。それでまあ、帰んなくちゃいけないという時で、日本に帰るわけなんですけどね。はい。まあ今日はそんなぐらいでよろしいですか？はい、ありがとうございます。はいはい。はい。